今日はユニークな糸を使ってバッグを作っていきます。糸がとても可愛いので、シンプルに編んでもとても可愛く出来上がります。今回はこのブルーでサイズを少しだけ大きくして編んでいこうと思っています。でグラニー編みで編んでいくので、編みやすいのと、あと早く出来上がります。この糸はダイソーさんの糸、30g で48メートル。使用界隈の目安は7号から8号。これはブルー。これを7号で編んでいきます。あとはマーカーととじ針を使います。まず底を作ります。鎖を編んで、その周りをこの長編み3つで2周編んでいきます。このピンクは鎖の数は17。これから作るブルーで21。鎖21でスタートします。サイズの変更や違う糸で編む場合は4の倍数プラス1で調節します。鎖編みをします。最初の糸端を10センチぐらい残して途中からスタートします。この鎖は普通ぐらいの力加減で編んでいきます。このまま必要な数になるまで編んでいきます。必要な数の鎖を編んできました。1周目は長編みをしていきます。まず最後の鎖を指で軽く押さえます。これが最後の鎖。ここから鎖3つ。1、2、3。3つ戻ってこの指で押さえていたところ、この4つ目に長編み 1,2,3,4 長編みをします。もう一つ同じところ、これで鎖3つと長編み2つ、鎖1つ、足元3つ飛ばして4つ目に長編み 1,2,3,4 長編み、あと2つ同じところ、これで長編み3つ、鎖1つ、また足元3つ飛ばして4つ目、ここに長編み3つ、1,2,3,4 長編み1つ目、同じところに2つ目、同じところに3つ目、鎖1つ、足元 1,2,3,4 長編み3つ、鎖1つ、また足元 1,2,3,4 ここに長編み3つ、これで端まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後の鎖。ここにまた長編み3つ、角を作るので鎖2つ、1、2で最後の鎖に長編み3つ、同じところにまず1つ目、同じところに2つ目、同
同じところに3つ目、これで長編み3つ、ここに角ができました。こちら側にも角を作ります。また鎖2つ、1、2で同じところに長編み3つ、この端の鎖、これで角ができました。ここにもここにも角ができました。鎖1つ、同じところに長編み3つ、まず1つ目、2つ目、3つ目、鎖1つ、また同じところに長編み3つ、鎖1つ、また同じところ、これで端まで編んでいきます。こことこことここにも長編み3つで、このまま編んでいきます。最初の糸端を始末したいと思います。この中を通って糸を隠します。向きを逆にしてもう一回戻して、これでしっかりとほどけないように糸端を隠しました。ちょっと引いて、これで糸始末が終わりました。このまま続けて編んでいきます。端まで来ました。これが端の鎖。端の鎖に長編み3つ編んでいます。次は角を作ります。こっちと同じ形にします。角を作るときには鎖2つ、1、2、端の鎖に長編み3つ、1つ目、2つ目、3つ目、最後も角を作ります。最後は鎖2つの代わりに中長編みをします。鎖の1、2、3、3つ目に中長編み。中長編みは絡めて1、2、3で2本の糸の下、糸を引き出して、これを一度に引き抜きます。で、このスペースがこの鎖2つの代わり。次は2周目。鎖3つ。1、2、3。で、下のスペースに長編み2つ。ここに1、2、鎖1つ。で、下のこの三角のスペース。ここに長編み3つ。1、2、3。次も三角に長編み3つ。鎖1つ。で、三角に長編み3つ。
次もこのまま端まで編んでいきます。ここまで編んでいきます。端まで来ました。これが端のスペースになっています。最後のスペースにも長編み3つ。次は角を作ります。さっきは鎖2つだったんですが、この2周目は鎖1つ。1つだけ編んで、この同じスペース、ここに長編み3つ。3。これで角ができました。鎖1つ。次の角に長編み3つ。ここに1、2、3。角を作ります。鎖1つ。2周目は鎖1つで角を作ります。で、同じところ長編み3つ。これで角が出来上がりました。こんな形になっています。次からまたこの部分同じように編んでいきます。鎖1つ、下の三角、鎖1つ、また三角に長編み3つで、同じようにここまで、この最後の角まで編んでいきます。端まで来ました。これが最後のスペース。また角を作ります。2周目は鎖1つ、同じところに長編み3つ、1、2、3、鎖1つで、この最初のスペース、で最後は鎖1つの代わりに細編みをします。この最初の鎖1、2、3、3つ目に細編みをします。上が2本の状態、糸を出して細編み、この下に指を当てて細編みをします。でこのスペースに長編みをしていきます。まず鎖3つ、下のスペース、ここに長編み2つ、1、2、鎖1つ、また同じように下の三角に長編み3つ、鎖1つ、またこの三角に長編み3つ編んでいきます。で角まで編んでいきます。端のスペースに長編み3つ編みました。側面は角を作りません。丸く編んでいきます。角を作るときにはここに2つ編んだんですが、ここからは鎖1つ、次の三角のスペース、1、2、3、鎖1つで、角のスペース、ここに長編み3つ、1、2、3、次のスペース、鎖1つで三角のスペース、
側面はこんな形になります。このまま角まで編んで、角でもここに長編み3つだけでスタートしたところまで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。最後は細編みをします。鎖1つを編まないで、下から1、2、3、3つ目に細編みをします。ここからは角がないので、全部この三角のスペースに長編み3つ、角でもずっと長編み3つ、これをぐるぐると同じように繰り返していきます。まず1、2、3、鎖1つで三角のスペース、鎖1つで三角のスペース、これで一周します。最後はまた細編みで終わります。細編みをして鎖の1、2、3、ここに引き抜いて次の周を編んでいきます。同じように繰り返します。16周編んできました。長さは底から測って16センチ。最後に細編みで一周します。今糸が出ているところ、最後は鎖1つ、最初の鎖の1、2、3、引き抜きます。鎖1つ、細編みをします。まず根元、ここに細編み、次はこの長編みの上、次はここ、次は鎖の下、この鎖の下に、次は鎖の下、また一つずつ、これで一周します。細編みで一周しました。最後の細編みは鎖の下、これが最後の細編み、最初の細編みに引き抜きます。ここで糸を切ります。鎖1つ、これを引き締めて針で目立たないように隠します。裏に出してで、次はマーカーをつけてストラップを作ります。そこを見て、で脇にマーカーをつけます。まず大体でつけて、次にこの細編みの数を数えます。こっちも数えて同じ長さになるようにします。ストラップを作る位置にマーカーをつけます。私の場合、中央が10センチ、脇は6センチ、こっちも同じ。このマーカーとマーカーの間の細編みを数えると15。こっちも同じようにつけます。次はストラップを作っていきます。脇につけたマーカーは必要なくなります。で、脇からスタートします。今
上から見ると、これが1つ目のマーカー、2つ目、3つ目、4つ目。この1つ目のマーカーの手前、ここぐらいから始めます。で、同じところから細編みをします。鎖1つ、細編み、これが1つ目の細編み、次も細編み、次も一つに一つの普通の細編み、で一つ目のマーカーのところ、ここにも細編みをします。次から鎖を編んでいきます。まず一つ目、この一つ目の鎖にマーカーをつけます。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。表から見るとこんな感じ。次は2つ目、3つ目、4つ目と、このまま必要な数まで編んでいきます。でこの鎖はあまりきつくしないで編んでいきます。私は鎖を30個編んでいきます。鎖を30個編んできました。長さは19センチ。2つ目のマーカーのところにつなぎます。まず鎖がねじれていないか確かめます。で最後の鎖にマーカーをつけます。これが最後の鎖。裏返して、この糸が盛り上がっているところ、ここにマーカーをつけます。で2つ目のマーカーのところ、この時はこっちが鎖、長い糸、マーカー、手前から向こうに細編みでつなぎます。細編み、これでつながりました。次から普通の細編み、一つに一つの普通の細編みをしていきます。このまま細編みを続けて、反対側も同じ。ここまで細編みをして、マーカーのところも細編み、鎖、同じ数だけ鎖を編みます。で、細編みでつなぎます。でこのスタートしたところ、ここまで細編みをして、引き抜いて鎖一つ。また、この一つ目のマーカーの手前まで編んでいきます。一つ目のマーカーの手前まで来ました。今足元を見ると、ここに普通の細編み一つ、次は鎖の出ている細編み、この細編みの手前と向こう、ここから糸を出します。一度に引き抜きます。まずここから糸を出します。次はこのマーカーをつけたところ、裏につけています。ここから糸を出して一度に引き抜きます。これでカーブができました。で今引き抜いた糸、ここにマーカーをつけておきます。次から鎖に細編み、この裏の糸が盛り上がっているところ、ここに細編みをしていきます。まずここ、細編み、次も次も
このまま次のマーカーの手前まで編んでいきます。2つ目のマーカーの手前まで来ました。またマーカーのところから糸を出します。次はここから糸を出します。一度に引き抜きます。まずこのマーカーをつけたところ、ここから糸を出します。次はここではなくてここから糸を出します。これを一度に引き抜きます。これでカーブができました。今引き抜いたところにマーカー、次からまた一つずつで、反対側も同じ。まずここから糸を出して、次はこのマーカーのところ、ここから糸を出して一度に引き抜きます。細編みをして、でこのマーカーのところから糸を出して、次はここから糸を出して一度に引き抜きます。でこの1つ目の細編みの手前まで編んでいきます。スタートしたところまで来ました。1つ目の細編みに引き抜きます。鎖1つ、今度も細編みをします。ただここではなくてこの下、ここにかぎ針を入れて編んでいきます。ここではなくてここに細編み、これで大きな細編み1つ。次もここではなくてここ、細編みをします。次もで、このマーカーの分をここにします。この分をここにします。次からずっとこの細編みに編んでいきます。裏から見るとここに鎖のように見えるところ、ここに針を入れて細編みをしていきます。これで少し大きな細編み。次も裏から見るとここにこのまま細編みをしていきます。で、同じように細編みをして、ここではこの分をここに細編みをします。でまた一つずつ、こっちでも同じ、この分をここにして、この分をここにして、でスタートしたところまで戻っていきます。一周編んできました。一つ目の細編みに引き抜きます。で糸を切ります。少し長めに残して切って、針で糸足を隠します。さっきと同じように糸足を隠します。これで出来上がりました。とても可愛く出来上がっています。サイズはこのブルーの方が18センチの22センチの19センチ、重さは 60g。ピンクの方は14センチの19センチ、19センチ、重さは 45g。こんな感じになりました。
内側はこんな感じで、底が広めで丸みがあって可愛い形になっています。とてもいいバランスになっています。ブルーの方、とても可愛いバッグになりました。最後までご視聴ありがとうございました。